コ科オオヤマネコ属に属する中型獣であるボブキャットは、アメリカを含むカナダ南部からメキシコ北東部にかけての森林、草原、半砂漠地帯に生息しています。そんなボブキャットが生息している地域では、人間の居住地にやってくることがあるようです。アメリカ・アリゾナ州で暮らすデビッド・ダラスさんの家の屋根では、野生のボブキャットの最高の遊び場になっているようで、昼夜を問わずバタバタと歩き回っている音がよく聞こえるのだとか。そんなある日の早朝、足音が聞こえたので、屋根の見下ろすことができる室内の階段に行ってみました。するとそこにはボブキャットの親子が仲良く遊んでいる姿がありました。動物好きなデビッドさんはこの光景をカメラに収めようと撮影を開始したところ、母親がそれに気がついたようで大接近してきたのです。ある日の早朝のことです。デビッド・ダラスさんは妻に起こされました。ねえねえ、ボブキャットが屋根の上で遊んでいるの。しかも2匹よ。デビッドさんは大の動物好き。すぐに飛び起きてその様子を見に行くことに。するとそこには母親と思われる大きめのボブキャットと子供と思われる小さなボブキャットが仲良くじゃれながら遊んでいました。デビッドさんの家の屋根は平らな作りになっているため、ボブキャットにとっては格好の遊び場となっているようで、昼夜問わず屋根から足音が聞こえてくるのだそうです。その微笑ましい光景を階段の窓越しから撮影していたデビッドさんでしたが、さらに驚くべき出来事が。なんと母親のボブキャットがデビッドさんに気がついたようで、こちらをじっと見ていました。そして好奇心旺盛なボブキャットはデビッドさんのいる方に近づいてきたのです。窓を挟んでいるとはいえ、大接近してきた姿は迫力があります。野生のボブキャットとこんなに近づいたことは初めての経験だというデビッドさんは、この遭遇のチャンスに大喜びしたそうです。ボブキャットの子猫は家猫の子猫にとても似ていて、区別するのが難しいと言いますが、大人のボブキャットは家猫とは違った貫禄がありますね。とは言っても、海外ではボブキャットをペットとして通常の猫のように飼っている人もいるのです。とてもワイルドですが、子猫の時から飼えば人にも慣れ、大きくてやんちゃでパワフルな猫として一緒に暮らすことができるようです。アメリカ・テキサス州に暮らすメリッサさんとマイクさんは、チプシーとモナコと名付けられた2匹のボブキャットと共に暮らしています。最初は1匹だけのつもりでしたが、飼い始めて半年も経たずに2匹目を迎えてしまいました。今は2匹が少しずつお互いに慣れていっているところのようです。ボブキャットとの毎日は引っかき傷や青あざなどが絶えません。しかし、これまでに2匹が怒ってわざと2人を傷つけたことは一度もありません。ボブキャットは顎の力が強く、それに対して人間の体は柔らかすぎるため、遊んでいるだけでどうしても生傷はできてしまいます。2、3度骨が折れたこともあるけどね。まあかさぶただらけだよね、常に。と飼い主さん。それでもつぶらな瞳でゴロニャンされたら遊んであげずにはいられないようです。食事の準備も家の子の食事とは違います。チキンや牛肉、
豚肉などの肉類をミックスしたものは、なるべく脂肪の多くついたものを朝1回与えます。サーモンやエビに卵を用意することもあるほか、骨髄や歯、羽、毛などの成分が含まれたサプリメントを必ずトッピングするそうです。自然界で必要な食事として内臓なども用意するのだそうです。一方で少しお世話が楽なのは意外にもトイレ。なんと2匹は人間用のトイレを使うというのです。しつけたわけではなく、自然界での習性によるものだそうです。もともと獲物に気づかれにくいように、川や沢など自分の匂いの残らない水辺に排泄する習慣があるらしいです。でもたまにシンクでしてしまうこともあるのだとか。家猫でもトイレを覚えるまでは大変ですが、一度覚えたらちゃんとそこでしてくれるようになりますが、それが人間のトイレだなんてすごいですね。それでもボブキャットと一緒に暮らすのは家猫とは違って大変だと思います。でもメリッサさんとマイクさんは2匹のことが愛しくて愛しくて仕方ないようです。もちろん彼らは本来は野生動物、その性質を尊重しながら接することで2匹と強い絆が出来上がったと感じていると言います。ちょっと外出していただけでも家に帰るなり飛びついてきて離れないというのだから、ちょっと羨ましいですね。メリッサさんとマイクさんによると、これから20年、30年と2匹はこの家の中で飼われていきます。だからこそ、そのための覚悟と備えについては十分にできているのだそうです。大型猫科動物を飼うことは愛情はもちろんですが、性質や特徴を理解することが重要ですね。それはどんな動物を飼うときも同じです。ジプシーとモナコがどういう経緯でメリッサさんとマイクさんの元にやってきたのかはわかりませんが、今は幸せな毎日を送っていることに間違いはありません。これからもきっとメリッサさんとマイクさんにたくさんの愛情を注がれて素敵な日々を過ごしていくことでしょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。